死ぬ時は隣にヘビにいてほしいヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビが死んでしまう即死の危険があるやってはいけないことを3つお話ししたいと思います。ヘビの生態に関わることなのでぜひですね最後までご覧いただいてそういう生き物なんだっていうのを知っていただけたらと思うんですけど、じゃあ1つ目はね高温です。爬虫類ってやっぱり低温に弱いっていうふうに一般的に言われるんですね。僕ら人間と違って自分で体温を作ることができないので環境の温度に体温が左右されると。で寒いところに置いたら風邪ひいちゃうよ死んじゃうよって言われるんですけど、ボールパイソンとかヘビにおいては暑い方が実は危険です。極度の低温に一定時間さらされたとしても、死なないことは少なくないんですね。冬の外とかによくはないですよ。よくはないですけど、ちょっと数時間いたとか、そういうのは結構耐えるんですけど、高温はね結構すぐに死んでしまいます。例えばですけど、ショップでお迎えをされてお家に戻るまでの間、車とかで移動してる時にちょっとご飯でも食べていこうかなみたいな、でもサイゼリヤに連れていくわけにはいかないからちょっと待っててねと言って真夏のね車内にボールパイソンを置いたままちょっとご飯を食べていく。これは危ないですね。車の中っていうのはすごい高温になりますし、その直射日光っていうか車内じゃなくても外に置いといて高い気温や日光なんかにさらされると寒い場所より低温よりもはるかに危険なので高温に弱いよっていうのを覚えておいていただいたらいいかなと思います。だからイベントとか行ったりショップさんとか行かれた時にお迎えしたらもう帰る、迅速に帰るっていうのを覚えておいていただければと思います。ボールパイソン即死行動その2は放し飼いですね。1匹だけで放し飼いっていうのじゃなくて、家に例えば犬とか猫とか他の大型の動物がいる時に放し飼いをするとこれもねちょっとね危ないと思います。やっぱこういうね多分猫とかがすごく好むような動きをして移動するんですね。でそういうのを見るとなんだろうって言ってバンとやってしまう可能性があるので、分かる、そのね放し飼いにしたい気持ちはねとてもよく分かります。広いね部屋の中で自由に動いてもらって、ふと見ればその本棚にボールがいてこっちを見ているとか、ふと見ればソファーのここにボールがいてこっちを見ているとかね、この可愛い口でね、そういうのすごい憧れますけど、でもねボールパイソンは放し飼いにする生き物ではないので、他に動物を飼われている場合は放し飼いとかをしないでちゃんとお部屋に入れて飼ってあげると良いと思います。他に動物がいなくてもでもどうやって入ったのみたいなところに入っていって行方不明になってしまったりするので、放し飼いはやめた方が良いと思います。ボールパイソン即死行動その3は餌のタイミングで複数匹を同じところに置いておくというのはやめましょう。ボールパイソン自体はですね複数匹で飼うことは可能だと思います。こういうところに2匹入れるとか、大きなところに3匹4匹いるっていうのも可能だとは思いますが、餌やりの時はねちょっと危ないですね。なんでかっていうとヘビは何か食べたら飲み込み切るまで食べるのをやめないわけですね。でこれ本当にあった話で、うちではないですけど聞いたことのある話で、一つのケースの中に2匹のボールパイソンがいました。で餌を食べさせた。そしたら1匹は飛びついた。でじゃあこの子にもう1匹の子にもあげようと思ってあげた。食べなかった。そっか、じゃあ今日は食べないんだなと思って戻した。で開けたら1匹になっていたっていうのをね聞きました。なんでかっていうと1匹が飛びつくじゃないですか。で飲み込もうとしてるんだけど、最初は食べなかったこの子がやっぱ食べたいと言って反対側から飛びついたわけですね。でそれぞれだんだん食べていくわけじゃないですか。でそうするとどっちかがどっちかを飲み込み切るまでやめないわけです。で結果的に最終的にそのヘビがヘビを食べてしまったという本当にあった話がありますので、普段は複数匹で飼うことはできると思うんですけど、餌の時はね別のところに移してあげて食べて完全に食事が終わったら戻すとか、そういうことをしてあげる必要があります。餌やりの時に複数匹を一つにしておかないというのは大事なことです。今日はこれをするとボールパイソンが死ぬというのを3つお話ししました。これ生態ですね。ボールパイソンの生態に関わることなのでぜひ覚えておいてほしいなと思います。ボールパイソンは高温のところに置くと死んでしまいます。なぜなら低温より高温に弱いからです。ボールパイソンは他の動物に比べて、大型の捕食動物に比べて強いわけではないので放し飼いにしないということ。3つ目はボールパイソンは餌を飲み込み切るまで食べる行動をやめないので、
餌やりの時に複数匹を同じところに置いておかないということを気をつけるように飼育をしてあげてください。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。